言ってないんですよ。言ってないです。ビッグバフなんで入れてるんですか。かっこいい。おー通り揃ってるんで。おー、はい、どうも始まりました。本日はまずスペシャルゲスト深見誠さん、お久しぶりです。お久しぶりですね。とあるところに来てるんですけれども、どこに来てるかというと早稲田大学学祭っすよね。やばいですねこれ。はい、早稲田大学の早稲田祭早稲田祭に来ておりまして、めっちゃすごい人なんですよね。来場者数が毎年20万人。今日軽音サークルの皆様のところにお伺いさせていただくことになったので、遊びに行けるんですね。そうなんです。じゃあ今から行ってみたいなと思います。もうなんか、初詣みたいじゃないですか。初詣は確かに人の量で言ったら、そう人がえぐい。一回日村さんとはぐれるドッキリしようか。怒られるからやめと。何はぐれるドッキリしようかなと思ったんです。あれ、あ、出た。重信の創立者ですね、早稲田の。今日軽音サークル行くんですけども、なんと僕たちが来るって言ってないんですよ。言ってないです。言ってないの。やりますね。いやね、どうする。全然スルーされる可能性がありますよ。セキュリティ大丈夫ですか。セキュリティってもしかしたらもう人ごった返して動けない可能性あるんで、裏口とかチェックしておいた方がいいんじゃないですか。軽音サークルで活動されてるとこ行ってみましょうか。はい、行きましょう。ここらしいんで。建物、なるほど。学園祭とかでライブとか結構やってたりしました。やってましたね。でも黒歴史ですけども。黒歴史だよ。もう恥ずかしすぎて、緊張しすぎてみたいな。ああ、でもその経験があるからこその今の深見さんのコンテンツじゃない。というわけで中入ってきましたけども、この上でやられてるということなんですけども、今回なんと僕たちを招待してくれた方がいらっしゃいまして、学生の方で紹介したいと思います。こうたくんです。どうぞ。こうたくん、はじめまして。近所に住んでるこうたくん。その距離感すごいですね。そうな、昔僕のチャンネルでコーラスの使い方っていう動画をねやったことあったんですよ。でその中で近所の高校生がコーラス貸してくれましたって僕言ってメロンパンコーラスを動画で弾いてるやつがあるんですね。結構何年か前に。そうですね。あの時高校生やった。高校2年生ぐらいのやったよね。そう、近所の高校生がって言ってたのが彼です。今日どんなどんくらいどんな感じでやってんのみんな。今日はこの校舎の中の教室で10サークルぐらい多くてがいろんな部屋でそれぞれのサークルがバンド活動してる。そんな感じです。そこに突撃する形やね。そうですね。なるほど。だから本当に。なるほど。ガチでじゃあ。深みオーラ助けてください。深みオーラ。こういう感じのところでライブやってるんやね。なんか綺麗。確かに。お。行くよ。お邪魔します。よかった。危ない。いや、うちら来てさ、誰っていう顔されると思ってたやん。客として混じったやつも。よかった。ちょっとセッティング中やから、どんなエフェクター使ってるかちょっと見る。いますか。おお。ビッグマン。顔で弾く先輩がいるから顔で弾いてるかちゃんとチェックしてあげる。めっちゃクオリティ高くなかった。すごいですね。ドラムベース特にみんな良かったんですけど、ドラムベース良かったですね。グルーヴ感じました。すごい。これが1部屋目、これが10部屋ぐらい、10これ10あるんですか。10あるらしいです。規模すごいですね。いやもう先ほどはすいませんでした突然。
完全にだって知らないでしょセッティングしてたらうちら入ってきた空気でしょ。いやボードとかこの後拝見させてもらっていいですか。はい、というわけですいません、なんか突然クオリティがすごいですよね。かっこよかったどんくらいやってるんですかギター。今7年目とか。おいだよね、なんかそんくらいやと思ったんよアメプロ2。アメプロ2、そしてこちらは中古なんですけど、これもめっちゃ似合ってるからスタイリッシュですね。ね。はい。足元持ってきてないんですか。足元を下に置いてきちゃう。あら、ビッグマフ見たかったのに。でもね、さっき僕たちはちゃんと目撃しましたビッグマフとあとズームのマルチストンプ。ビッグマフなんで入れてるんですか。かっこいい。おー、ありがとうございます。もう出音でビッグマフかなって見たらありましたもんね。じゃあこのボードもちらっといいですか。みんなこれ使ってますよね、大学生。しかもさ、ズームとさトーン X が共存してるって結構レアパターンじゃないかなと思って、これどういうこだわりでこうなってるんですか。コピーバンドする立場上何でもできないといけない、っていうので持ってるマッチエフェクターとかエフェクター全部入れ込んだらああ、なるほどね。それこうなったんだ。幅広くカバーするから、いろんな音出せないとダメなんですね。そうやんな。突然やったのにありがとうございました、めっちゃ素敵でした。ちょっとごめん、さっき気づかへんかったけどライムトーンオーディオのムークっていう製品いやごめん、ちっちゃすぎて自分で気づかへんかった。このね、僕動画でこの置き方いいよって紹介してたやつ見てくださったトーン X からムークに送ってムークでこれをリモートしてるんや。岩井さん、ライムトーンオーディオがあったのに気づいてなかったんですか。やめてやめてよ。そんなことあります。いやだから小さすぎて小さすぎてなるほどなるほど、気づかへんかったの。いいの。よかった、よかったですね。でもねもうあちこちから聞こえてくる。いやー、いいっすね。次はね、どっちから行くの、どっちから行く。結構いやー、いいっすね。ね、教室がまた違うと結構まだ雰囲気違いますね。失礼します。お、ダブルフェンダーで。ダブルフェンダーいいっで、すね。ギターは HX ストンプとプラス歪み。そうですね。おすすめのこの1台っていうのはちなみになんかある。重森のルビーストーンおお、常掛けでクリーンでこれはい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 。かけるだけで艶が出るというか、おー、使い方として素敵です。そしてこちらはベースのモード。必要最低限のしかなくて、チューナー、コンプ、プリアンプ、歪み、で最後 EQ。この EQ もね、何パターンかプログラムできるんでね、3ピースなんでね、ベースのこのどこをどう居場所を自分が守るかみたいなの大事ですよね。素晴らしい。じゃあ次この教室で来ましたね。メタリカやるらしい。待ってました。出番じゃない？待ってました。行ってみます？はい。失礼します。うちのサークルだとポルカドットスティングです。おお、はいはいはい。おお。メタル大好き。メタルゾーンがちょっと。あ、メタルゾーンがないとダメなの？メタルゾーンが。そうなんですよ。こちらも GT1000 コアとボス空間系でノイズゲートとスイッチャー、ドロップもありますね。Hey y'all, we're Metallica. And look at this guy here, man. Who we have as a bassist, Oh Sakamoto. Say hi to Sakamoto.
歪んでましたね、だいぶね。歪んでたね。メタルゾーンなかったけど。いまあ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 。やめっちゃやっぱクオリティ高いね。テンション上がりますね、やっぱ。上がるわ。やっぱ早稲田生の方がやってるっていうのが感動しますよね。いや本当そうやね。普段頑張ってメタルする時するみたいな。そうそう、でもなんかそのオンオフっていうか、なんかそのやっぱりいろんなことにこうがっつり取り組めてる人なんやろうね。練習してもね。そうそうそう、めっちゃ思ったわ。今ですね、見させてもらったメタリカの方たちがいらっしゃるということなんで行きますよ。行きましょう。じゃあ失礼します。来ましたー。お疲れ様です。かっこよかったっす。最高でした。いやベースめちゃめちゃかっこよかったんですけど、出だしのとことか。あれはクリフ・バートン、はい、メタリカの最初のベーシストの1985年のライブ版をコピーした。いやもうそういうのいいわ。ライブ版コピーしてライブやるの最高。機材ぜひちょっとお持ちいただきたいんですけど、良いですか？はい、じゃあ用意してる間に深見さんの V でのいきますか、マスターパペッツ。はい。しょっぱね。大丈夫。ちょっと歪み欲しいですね、やっぱメタルゾーンで。メタルゾーンいるね。はい、持ってきていただきました。ありがとうございます。これフラクタル。はい、フラクタルオーディオ FM9。どうやって買ったの？多分持ってますよね。持ってるんかな。僕高校時代全部貯金で機材を買ってたんですけど、お祝い事とかあるじゃないですか。誕生日とか、あと大学の合格祝いとか、そういうのを全部保留してたんですよ。ああ。でちょっと大放出させてほしい。ああ、なるほど。お願いします。で父に買っていただき。すごい大放出。いやでもね、ちゃんと貯めてんねや。ちゃんとここに投資っていうところに間違いない投資をするっていうのは間違いないことです。すごい。途中でハモリとかもやってなかった？はい、ハーモナイザーで二重に下に2個重ねました。いややってる。いやツインギターやから2人でやってんのかなと思ってステージ見たら弾いてないんよ。1人なんよ。テンション上がっちゃったよね。そしてボードがまず左右にフットボリュームとエクスプレッションのボードとメインボードがこう置いてるじゃないですか。めっちゃかっこいいですね。どういうこだわりで？僕杉蔵さんが大好きで、杉蔵さんライブの時そうやって置いてるんでやってらっしゃいますね。それを真似して、それでもう最高です。そっかそっか。じゃあこれ持たないね。そうですね。どうですか深見さん、お二人のボード。素晴らしいですね。もう激歪みエグかったんで、もうこれでしか出ないようなデジタル特有の。わかる。あれがめっちゃ良かったですね。なんかバランス良かったですよね、二人の音ね。そしてベースめっちゃかっこよかったですよ、音。あれもうライブハウス盛り上がるやつやん。僕は彼らほどその楽器歴が長くないので。そう？大学入ってから全部買い揃えたので、マーカス・ミラー、かなり有名なフュージョンのベーシストが作動スキを使ってるってことで、じゃあ導入しようで導入したらローが暴れすぎてでもこれを買ったことで、これの中のコンプでそれをいい感じに抑えて、でこっちでメタリカらしい温かみを出して、飛び道具はもう全部 HX ストンプだったんですね。すごい。いやめちゃめちゃいい感じのもう場の作り、音作りっていうかもう場作り、最高のライブスタートでした。すごい嬉しいです。素晴らしい。ありがとうございます。さらにお二人来ていただきました。出番今日終わったんですか？終わりました。バッチリ決まった。はい。まずなんかどういうやつやられたんですか？ここにミーをこのギターと GT1 でやった。どうですか GT1？ 使いやすくていろんな音もありますし、ボスのエフェクターが一通り揃ってるんで。なんて素敵なコメント。いやでも本当そうなんよね。これ使い方とか誰にこうやって聞いてやったとかあるんですか？でもそれこそ YouTube で動画見て、買う時も決め手がいろんなギタリストの YouTuber。例えば誰？マジで？知ってました？ありがとうございます。今ちょっとやらしいですね。いややらしくないよ。やらしくないよ。全然ちょっと待って。機材系代表じゃない。いやちゃうかもしれんやん。GT1 なんて他結構やってるやん。ねえ。今でそうそう。わからない。私に振られてもわかります。でもお役に立ってたんだったらめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。そしてどんな感じのジャンルのブルーマッシュとフィリップハイプをやりました。なるほど。ここ2個足元にあるとすごい心強そう。最近ボード組んだばっかりの2つなんです。いや全然初めにこっちのズームを買ったんですか？そうです。高校の時からずっと使ってて、ボード組みたくて持ちたくて。
わかる。いやこれだけだったらカバンねバッグのあそこに入れて終わりになっちゃうから、この MXR のプリアンプ的に使ってる感じですか？あ、そうです。とりあえずサンズか MXR が欲しくて。わかるわ。その2択に一旦なりますよね。ディストーションがこれついてるので汎用性高いかなと思って MXR にして。正解ですかこれは？間違いないですね。適当に言った。当てます。いやでもそうよね。ズームで歪ませる時とはねまたちょっと違う感じの。確かにこっちだけやったらねちょっとデジタル集がね、出るんでやっぱりこっちでアナログ感を出すっていうのが重要だと思いますね。そこ決め顔でもう一回言ってください。アナログ感を出すっていうのが重要だと思います。それ待ってたんよ今日。どうですか、なんか早稲田でこう軽音サークル音楽活動やってみてぶっちゃけどうですか？早稲田大学関係あるかわかんないんですけど、みんな楽器にひたむきで努力を惜しまないので上手い人が多くて、本当に日々自己研鑽。すごいわ、刺さるわそのコメント。やっぱ早稲田の皆さん素敵ですね。取り組みがやっぱりね違うんでしょうね。違うんですよね。物事に対するね。貴重なお時間ありがとうございました。はい、というわけでありがとうございました。早稲田祭軽音サークルの皆様訪問させていただきました。コウタありがとう。こちらこそありがとうございます。いろんな次部屋が空きますだとか、今ねゲストお話しいただいた2人も声かけていただいたりとかで、協力いただいてありがとうございました。いやいいね。いや良かったですね。本当に良かった。なんかもうなんなら大学生になって早稲田に入りたいけど入れるかなうちが無理か。無理があるし。年的に学力じゃなくて年的に両方無理。皆さんもですね自分の大学生の時はこうだったみたいなコメントぜひぜひ書いていただければと思います。今回ねコラボ的に深見さんのチャンネルもね、一緒にもうなんか裏側みたいな感じなんで、こっちメインでもいやぜひね概要欄に貼ってあるのでそちらもチェックいただければと思います。本日スペシャルゲスト深見誠さん、そしてコウタ君もありがとうございました。それではまたの動画で。